Hola chicos, chicas, somos una pareja japonesa viviendo en México. En este video te mostraremos dos ciudades de Jalisco que nos encantan. それでは早速見ていきましょう。Vamos! 最初に紹介するのはテキーラ村という町。正式名称はサンティアゴ・デ・テキーラと言います。町の名前にテキーラが入っているのって面白くないですか？ザ・酔っ払いの町って感じで私は大好きです。テキーラ村はこのチャンネルで何度も紹介しているグアダラハラという町から約50キロ離れた場所にあります。町の中心部はどこを見ても魅力的な景観で、メキシコらしいカラフルな街並みに立派な教会、緑も豊かでメキシコの美しいところをギュッと凝縮したような雰囲気です。テキーラ村、テキーラの古い産業施設、テキーラの原料であるリゼツランの景観はメキシコの世界遺産にも登録されており、国内外問わず連日多くの観光客で賑わっています。今年の3月にこのテキーラ村に行ったのですが、その時はメキシコ国外からも多くの観光客が来ておりました。世界でもかなり注目されている街って感じですね。そんなテキーラ村の魅力は何といってもテキーラの聖地であるということ。町の名前の通り、テキーラ村ではテキーラの製造が盛んなんです。それもそのはず、なんと世の中に出回っている9割以上はこのテキーラ村で生産されているようです。しかもテキーラはメキシコ国内で厳格に認められたたった5つの州でしか生産が許されていません。意外じゃないですか？テキーラって実はかなり厳しい審査を通過してきた由緒正しき蒸留酒なんですよね。日本ではなぜか罰ゲーム感覚で飲むテキーラですが、ランクが高いテキーラは風味が良く優しい甘みを感じることができます。樽で熟成させたものであればキャラメルやバニラのような多くの香りも楽しめます。このように実は美味しいテキーラは味わって飲むと最高に美味しい蒸留酒なんですよね。なので今の日本の罰ゲーム感覚のテキーラは少し残念に感じてしまいます。私は初めてメキシコに来た時からテキーラにハマってしまい、酒がね弱いくせにたくさんテキーラを飲んでた時期もありました。ここではそんなテキーラの工場見学ツアーを見ることができます。いろんなテキーラブランドの工場見学をすることができ、世界各国から集まったテキーラ好きの人たちがこぞってこのツアーに参加しています。なので毎回ツアーはたくさんの人で大にぎわい、みんな大興奮でテキーラが出来上がっていく工程を見ていました。ちなみに私たちはホセ・クエルボというブランドの工場に行きました。日本でもこのブランドはスーパーやコンビニなどに置いてありますよね。他にもツアーではテキーラの試飲なんかもできたりして、本当お酒好きにはたまらないツアーでしたね。お酒の弱い私は試飲で顔真っ赤っかになってましたけどね。そして今映っているものはテキーラの原料となるリュウゼツランという植物です。なんだかパイナップルみたいですよね。これがテキーラになるなんてなんだか不思議じゃないですか？メキシコに来られたお酒好きの方は絶対にこの工場見学ツアーに参加してみてくださいね。ということでここでマイさんにテキーラ村の感想を聞きたいと思います。テキーラ村どうでしたか？楽しかったです。何が良かった？特にみんながね楽しそうにしてた。すごい楽しそうだったねみんなお酒みんな自由にそう道でもお酒飲んで、本当はダメなんだけど多分もう街がテキーラ村だから許されてるのかな。すごく陽気な人たちが多くて楽しかった。また違うテキーラ工場も見学に行きたいな。そうだね、また行きたいね。何回来ても楽しそう。活気があるすごくいい街でした。イエーイ。バス乗って帰るよ。以上がハリスコ州の魅力的な町テキーラ村の紹介でした。次に紹介するのはグアダラハラという町。グアダラハラは何度か動画で上げてはいるのですが、今回は今までよりもっと詳しくこの町を紹介していきます。グアダラハラも魅力的なところがたくさんありますので、この動画を見終わる頃にはハリスコ州行きてーってなってることでしょう。それじゃあ早速紹介していきます。グアダラハラはメキシコ第2の都市で、北米でも有数の世界都市になります。その美しい景観から西部の真珠と呼ばれているそうです。よくわかんないですけど、要するにとにかく美しい街ってことですよね。その異名通り街並みは本当に美しく、かなり素敵な建物ばかり。街の中心にある教会もかなり素晴らしいです。
メキシコにある教会ってめっちゃ美しくて豪華な教会が多いんですよね。これらの豪華な教会には人々から寄せられた神様への思いが込められており、そのため立派な建築がなされているんだと聞きました。こんな素敵なところで結婚式を挙げれたら最高だと思いませんか？そしてメキシコの代表的な音楽であるマリアッチはこのグアダラハラが発祥と言われています。メキシコではこのマリアッチの音色をたくさん聴くことができ、本当に素晴らしい音楽だなといつも聞き入ってしまいます。音楽好きのメキシコ人らしい素敵な文化ですよね。そんなグアダラハラですが、他にも芸術作品が有名です。文化会館であり世界遺産であるオスピシオ・カバーニャスではメキシコ芸術の巨匠ホセ・クレメンテ・オロスコ先生の描いた壁画を見ることができます。この壁画の迫力がとにかくすごくて、生で見ると圧倒されることは間違いないと思います。他にもハリスコ州庁舎には戦うイダルゴ神父という壁画が飾られています。これも先ほどの壁画に負けないくらいの迫力があり、かなり大きな芸術作品です。どちらの作品もメキシコ独立を題材にした芸術作品で、迫力のある印象を持つのはそのためじゃないかなと個人的には思っています。グアダラハラは他にもメキシコでも有数の大きさを誇る市場、サンフアンデディオス市場が有名です。メキシコの民芸品から服、動物までありとあらゆるものを買うことができます。この市場は値段も結構安いみたいで、メキシコの各観光地のお土産屋さんがここに民芸品を買い付けに来るそうです。そのためショッピングの満足度もかなり高く、マイさんはここで大量のお土産を買っていました。私はメキシコのプロレスであるルチャリブレが好きなので、マスクと T シャツを買いました。このマスクの T シャツめっちゃ可愛くないですか？メキシコで大量のお土産を買いたい方はぜひこのサンフアンデディオス市場へ来てくださいね。そして最後はグアダラハラのグルメについて。グアダラハラ旅行に来たら絶対に食べてほしいローカルフードがあります。それはカルネス・エンス・フーゴという料理です。カルネがお肉でフーゴがジュースという意味ですね。お肉ジュースみたいな名前ってことですね。これだけ聞くとお肉のジュースはなんかちょっとって気持ちになりますよね。大丈夫です。私も最初聞いた時はそんな気持ちになりました。だけどやっぱね、何でも食べてみるもんですね。これがねめちゃくちゃ美味しい。感覚的にはジュースというよりかは、スープの方が正しいかなと思います。わかるわかる、言いたいことはわかります。ちょっとね見た目が悪いよね。けどメキシコってお肉が非常に美味しいので、この牛肉スープも必然的に美味しくなるんです。よく煮込まれたスープは深みがあり、お肉もかなり美味しい。これはねぜひ騙されたと思ってね食べてほしい一品ですね。このお肉ジュースはカルネ・ガリバルディというお店が有名なので、グアダラハラに来た方はぜひ行ってみてください。最後の最後は日本食。やっぱりねメキシコにずっといるとたまに無性に日本食が恋しい時があるんですよ。でもメキシコにある日本食にも当たりと外れがあるんですね。今回グアダラハラで大当たりの日本食レストランがあったので、それを紹介します。そこはいろりという名前のレストランですね。テロップにも出してあるんですけど、日本語のいろりから来ているようですね。最初に言っとくとちょっと値段は高いです。メキシコにある日本食レストランは基本的にどこも値段は張ります。もうこれはねしょうがないけど、本当に味は抜群で、日本で食べる日本食ともうほぼ遜色ないです。お店の雰囲気はこんな感じで、魚のイラストがあってお刺身に力を入れてるのが伝わってきますよね。そしてなんとこんな感じでホワイトボードに本日のおすすめなどが日本語で書いてあるんです。これってわざわざ日本人向けのこういうのがあるってことは、日本人がよく来る美味しいお店ってことなので、これはかなり期待できますよね。メニューもこのように日本語が書いてあります。種類も豊富ですし、写真もしっかり掲載されていて、ここまではかなり好印象です。私たちが注文したものはうどん、牛丼、そしてカキフライです。このカキフライがめっちゃ美味しくて、もうペロリと2人で食べちゃいましたね。うどん、牛丼もちゃんと日本人が好きな味付けになっており、全体的にかなり満足のいく内容でした。 Google マップの写真を見てたりすると、他にもラーメンやお寿司なんかがあったりして、どれもねかなり美味しそうでした。長期のメキシコ旅行で日本食が恋しくなった方や、Es una tienda para personas que quieren comer rica comida japonesa en México
っていう感じですね。はい、ということで以上になります。グラシアスポールミラーラースタイルフィナール。また次の動画でお会いしましょう。アディオース。